皆さんこんにちは。フランス在住の親指プチコです。今回は新居初のナイトルーティンをシェアします。犬の熱いお出迎えの後、2階にコートと荷物を置きに行きます。この日は寒かったのでモコモココート。まずは手洗いうがい。そしてお弁当箱を洗います。この家は台所に食洗機を置くスペースがないので手洗いしています。晩ご飯作りも同時進行していきます。簡単にパスタにしようと思います。追加できそうな野菜が玉ねぎくらいしかない。でも自分用だけなので気にしません。次の日のお弁当用に大量に作ります。月曜から木曜の昼は作り置きのおかずを詰めてちゃんとしたお弁当を持っていくことが多いですが、金曜には作り置きのおかずもなくなっているのでパスタとか適当に一品作って持っていくことが多いです。今の会社はテレワークの日がないので毎日出社しています。彼が先日冷凍していたほうれん草入りのホワイトソース。彼に怒られそうなので撮影していませんが、隠し味に醤油を入れて味を調整。冷蔵庫の片隅にあったツナマヨも入れました。勢い余って全部使い切ってしまったパスタ。軽く3食分はありそうです。私は事務職なので仕事中は全然動かないのになぜお腹は普通に減るのでしょう。不思議。寒いからとか疲れたからとかいろいろ理由をつけて最近運動をサボっていますが、そろそろ本当に再開しないとやばそう。いただきます。適当に作った割にはなかなか美味しい。私が食べる脇で忙しそうな犬と思ったら夢の世界へ旅立ちそう。デザートにはチョコレート入りギリシャヨーグルト。蓋の裏のヨーグルトももちろん無駄にはしません。洗い物はためたくないので食べたらさっさと片付けます。最近の歯磨き粉は炭入りの真っ黒なもの。お次はモフモフ。さすがに最近は犬も寒そうなので散歩前にコートを着せます。走り出しは順調。町役場のイルミネーション。500メートルほど歩いてもう疲れた様子の犬。あ、動いた。この瞬間のために散歩した犬。餌食べると見せかけて食べんのかい。クリスマスプレゼントの準備も大方終わりました。このボトルのラッピングも済ませてしまいます。
ボトルのラッピングはしたことがないので手探り状態でスタート。フランスのクリスマスは子供も大人もみんなそれぞれにプレゼントを用意します。クリスマスの1ヶ月前くらいから今年のプレゼントどうしようかっていう会話が始まります。私にとっては日の浅い習慣ですが、フランス人にとっては生まれてから毎年のことなので、彼はこのプレゼントを考える季節が億劫な様子。大人もプレゼントもらえるのは嬉しいけど、確かに毎年家族みんなのプレゼントを用意するのは大変かも。この季節になるとラッピングペーパーがあちこちで売っているので、それを買って家で自分でラッピングする人が多いです。大雑把なラッピングでも誰も気にしません。なぜなら開けるときは豪快にビリビリ開けるので、誰もその後ラッピングペーパーを大事に取っておいたりしないから。じゃあわざわざラッピングしなくてもいいんじゃないかと思いきや、プレゼントを開けることに喜びがあるそう。初挑戦のボトルラッピング、なんとかなりました。この家は湿気が多くて洗濯物がなかなか乾かないのが難点。乾いたものだけ畳んでいきます。シャワーは日本に住んでいた時からずっと夜派。フランスは香水なので髪は毎日洗わない方がいいって聞きますが、私は毎日洗わないと耐えられません。2日に1回も試したことがありますが続きませんでした。ピントがなかなか合わない。ドライヤー後には美容師のおばにもらったヘアオイルをつけます。金木犀の香りで私のパサパサの髪もだいぶマシに見えるので、毎朝毎晩重宝しています。朝晩は冷えるので最近は自分の小さい家の中で寝る犬。お風呂上がりの水分補給、YouTube 鑑賞、足のマッサージ同時進行は相変わらずの日課です。ヨガをやるまではモチベーションが上がらず、自己流ストレッチでなんとなく体をほぐします。猫背がちなので肩甲骨意識。歯だけ見える犬におやすみの挨拶。やっとベッドに入れる瞬間。寝てる間だけ時間がゆっくり過ぎればいいのに。
最近ハマってるポケモンスリープをセットして寝ます。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。皆さん良いクリスマスをお過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。